も松尾ゆきでございます。今回もよろしくお願いします。今日の動画はカブラジオ、雑談会を予定しております。継続するって難しいですよね。何かを続けること、継続することで例えば自分の夢が叶ったり、なんかね、成果が得られたり、結果的にいいことしかないとは思ってはいるんですけども、とにかく好きなことでさえもなんか習慣づけて続けることって難しくないですか？これって結果ありきの継続作業っていうのが多分ネックにはなってると思うんだけど、本当になんか大好きなことって結果とかゴールを考えないでずっと続けられることだと思うんですけど、分かっちゃいるけどなかなか難しいところがあって、自分も過去何度かゴールを決めてね、よし継続するぞ続けるぞなんて何度かチャレンジしたものもあるんですけど、なかなかね結果に結びつかないというか、もちろんなんか仰々しくゴールを決めないで趣味でね続けられてることはあるっちゃあるんですけど、なんでそれ思ったかっていうと、先日 Facebook をいつものごとくダラダラ見てたんですけど、10年くらい前から知り合っている友達がいて、ほとんどもう会うことはない友達なんですけど、 Facebook つながりの人なんでね。でその人の投稿が毎日上がってるんですよ。毎日同じ投稿を続けているというか、早起きして、ウォーキングして、タロットカードみたいなカードを、ね、毎日引いて朝活してる友達がいて、でその方もう10年ぐらい、10年以上かな、知ってはいるんですけど、その当時からなんか継続というか習慣化がすごくて、ダイエットとかね、で毎日そういう形で SNS に上げて、なおかつブログも書いているんですよ。同じことを10年以上続けるってなんかすごくすげえなって単純に思ってて、で僕なんか本当飽き性なんで、多分ね1ヶ月続けばいい方で2週間とか、マジ尊敬する、ああいう人で。ここ最近の自分と重ね合わせて感じてることが、今動画撮ってるこの YouTube チャンネルの件なんですけど、なんか自分自身頑張ってねチャンネル育てたいなんて言ってはいるものの、なんか一応目標設定みたいなのはしてはいるんですけど、その日々の仕事だとか雑務だとか、家族いるんで家族との時間も大切じゃないですか。なんかねそういうのに追われちゃってっていうか、そういう方に意識が向いちゃって、なかなか動画の撮影だったり編集だったりね、気が向かないというか、僕自分で分かってることがあって、なんかすごくねやる気があるときはめちゃくちゃそこに
時間を費やすんですね。もう本当ご飯も食べなくていいぐらいの、家族との会話もほとんどしないで編集してたりとか、そこのなんか集中力は自分なりにすげえなって思ってる部分ではあるんだけど、そのなんだろう、息切れしちゃうというか、その時はいいんだけど、一回なんか気持ちが離れちゃうと、続けてできないみたいな面があって、なんか仕事だとかその他のことに時間が取られちゃうなんていうのは言い訳でしかないんだけど、疲れちゃったりとかね、疲れてるだとか、仕事が忙しいだとか、なんか本当に自分が好きでやってて、一応目標設定とかゴールを決めてやってるものに対して、そんなものは言い訳でしかないっていうのも分かってているのね。で、続ければ続けるだけ、継続すれば継続するだけ結果もついてくるのも分かってるのに、なんだろうね、なんか全然気が向かないわけじゃなくて、気にはしてるんだけどなかなか手が動かない、意識が向かないっていうかね。昔一時期ちょっと習慣化なんつって同じことを続けようみたいな時期があって、早起きとか筋トレとかランニング、あと読書とか、一時言われてた意識高い系の活動というか、そういうのにあやかって習慣化をやるぞなんて頑張ってた時期もあったんだけど、その時はやっぱりそれなりに結果もついてきてて、まあやればできるじゃんなんてね、成功体験も得られてたりしてたのに、なんかほんとその時期だけしかやらなかったですね。で、今思うのはなんか本当過去の栄光じゃないけど、その気になればできるっていう感覚しか残ってなくて、その気にならない。その気になればうまくいくぞなんてね、考えだけはあって、でもなぜかその気にならない。なんか言動不一致っていうんですかね、そういうの、言ってることとやってることが噛み合ってない。僕絵を描くのが好きなんで、小学校中学校の時に一番絵を描いてた時期があって、でその時はね、好きが最優先になってて、好きだから描く。で結果的に漫画家になりたいとかイラストレーターになりたいとかっていう思いはあって、でも全然そこが目的じゃなくて、とにかく好きだから描くっていうスタンスだったんですね。スタンスっていうか、その時はもう本当そういうのも意識しないぐらい本当に好きで絵を描いてて、絵ばっか描いてて、あとゲームもそうだよね。ゲームも本当に好きでやってて、で大人になってしばらく描かなくなった絵を再開したんですね。でその時もやっぱり好きだから続けられるんだけど、なんかね、どっかで下心じゃないけど、まあ悪いことじゃないと思うんだけど、そのビジネスにつなげたいみたいな、そういう部分が出てきて、でなんかそれがいけなかったのか、やっぱりガーッといってガーッと下がるというか、一切絵を描かなくなってしまったんですよ。で決して嫌いだから描かないとかじゃないくて、
なんか気が向かないんですよね。まあ当時に比べて今って本当 SNS が発達していろんな人の絵とかも気軽に見れたりするじゃないですか。でどっかでそういう人の絵のうまさとか、あと活動の内容とか、そういうのに引け目を感じてなんか手が離れちゃったのかななんて思ったり、まあとにかくね、続けることって難しいっすよね。何かパッと打開できるやり方があればいいんだけどな。まあさっきも言ったんですけど、今はこの YouTube チャンネルちょっと盛り上げたいなって思ってるんだけど、撮影とか編集とか、まあ一番はその動画のネタ、内容っすよね。内容どうしようかみたいなのが全然アイデア思い浮かばなくて、思い浮かばないから今回みたいななんかどうしようどうしようっていう、まあ、動画を撮ってるわけですけど、まあ、せっかくバイク乗って元ブログなんて YouTube やってるから、バイクのイベントとかね、株主さんと会ったり、なんかいろいろ多分ネタは尽きないとは思ってるんだけど、僕ねちょっと気づいちゃったんだけど、なんか人とつるむのが苦手なんですね。めっちゃ気を使うから、まあそういった感じでこの YouTube チャンネル松尾由紀の Vlog を育てるために、やっぱりね動画やっぱ本数上げたいなっていう、内容ともかく。だから今回みたいな雑談会がちょっと増えてしまうかもしれないんですけど、まあちょっと、まあ、慣れるまでその継続することを習慣化できることが第一だと思ってるから、その慣れるまで温かい目で、応援していただけたらありがたいですね。一応なんかチャンネルの企画として考えてることがあって、せっかく奥さんもね株主になったんで、まあ、ツーリングもそうですし、ツーリングついでになんか僕らカフェ巡りが好きなので、株でカフェ巡りしたりとか、なんか神社仏閣行ったりとか。ただ奥さんがまだバイク自体に慣れてないのもあるし、2人で、まとまった時間を作るのがなかなか難しいので、だいぶ、長期的なプランにはなるんだけど、なんかそこら辺も撮影の仕組みとかね、うまく流れがつかめたらシリーズ化していきたいなと思ってます。はい、というわけで、今回も最後までご視聴くださりありがとうございました。もしこの動画が良かったら、グッドボタン、そしてチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。松尾ゆきでした。バイバーイ。